はい、こんにちは。クイックアートのえりです。今回はメタリックパウダープリントを紹介したいと思います。はい、まずパウダープリントは何が違うのか。こちら皆さんが見慣れてるインクジェットプリンターで作るアイロンプリントだと思います。四角い枠がこうベタっと貼り付いていて、この余白のところに透明なこのフィルムがありますよね。はい、これが従来のアイロンプリント用紙ですね。はい、で同じものをパウダープリントで作ると、これですね、インクのところだけ、絵柄だけが生地に転写されてるっていうことで、この四角い枠っていうのがなくなりました。これがパウダープリント、新しいアイロンプリントですね。こういうことが個人でもできるようになりました。はい。で、今回のメタリックパウダープリントはこの状態を作ってから加工します。キラキラに。はい。このインクの部分だけに糊があるのでできることですね。では早速商品メタリックパウダープリントシートがこちらです。これですね、どういうことができるかっていうと、私が今着ているようなこのキラキラっとしてるこの T シャツですね、こういうメタリック加工をしたプリントが簡単にできるよという商品です。でこちらですね、インクジェットプリンター用と書かれています。家庭にある年賀状を印刷するようなインクジェットプリンターで OK です。これ見てもらうといろんな色入ってますよね。7色あります。ゴールド、シルバー、レッド、ピンク、スカイブルー、ブルー、グリーン、はい、7色ありますね。実はですね、ホワイトとブラックっていうモノトーンカラーもあるんですけれども、そちらはちょっと作り方がこのカラーと異なりますので、今日は7色の作り方でやっていきたいと思います。ちなみにこのパッケージになっているこういう商品ですね、これだと、パウダープリントシートが3枚と、同じ色ですね。これだったらグリーンなんですけども、これが3枚入ってます。で、糊になるための粉も中に入っています。でいろんな色が欲しいなっていう方は A4 サイズや、メートルで買うこともできますし、こういうふうに7色セットですね、メタリックホイルの7色セットっていうのがあるので、このバラウで買うこともできます。はい、今日は基本的な作り方っていうことで、シンプルにですね、ちょっと1色ずつお見せしたいなと思います。はい、それでは早速作っていきましょう。はい、ではまずステップ1のシートに印刷をするから始めます。こちらイラストレーターでこういうデータを作りました。これですね、黒一色にしてます。はい、理由としては、まずメタリックホイールの色がつくので、この下地の色っていうのは関係ないんですね。なので基本的には黒一色のデータで、作れば OK です。はい、今このエプソンの PX105 という機種にしています。ちなみにこの下にある 049A っていうのが、現在の最新版ですね。これだとスキャナーもあるんですけども、これはただのプリンターですね。本当に数千円のものですね。で今パウダープリントシートのツルツルしている方、無印字の方に印刷をしています。はい、斑点で出てきました。はい、こういう感じです。でよくですね聞かれるのが、印刷した後すぐに次の作業をしないといけないのかっていうことを言われるんですけども、これですね、特殊な乾きにくい用紙です。今これインクがこの紙のシートの上に乗ってるだけの状態なので、こういう風に触ってしまうと、
擦れてしまいます。シートに染み込んでないんですね。なので必ずこうやって余白のところを持ってください。絵には直接触れないようにしてください。で、印刷後1、2時間ぐらいは乾かなかったので大丈夫だと思いますが、なるべくならそうですね、だいたい30分以内ぐらいに作業をするといいかなと思います。はい、ここからステップ2になります。商品の中に A3 の普通紙が入っているんですけども、これを広げてもらいます。これ作業に必要な紙です。はい、広げたらその上に今印刷したこのパウダープリントシートを置きます。ここからがポイントです。結構皆さんですね、見てるとパウダーをまぶす作業っていうのがなかなか難しいということで、今回はしっかりコツを伝授したいと思います。はい、これがホットメルトパウダーというパッケージに入っているものです。開けます。で、細かいんですけども、ちょっとねこういう感じでなんていうんですか、真ん中の出てくるところをちょっと作ってもらう。はい、でこのまま絵のこの真ん中、この A4 サイズのこの真ん中ですね。これ違うサイズであってもその真ん中に来るようにしてください。例えばはがきサイズでもその真ん中に、この真ん中にちょっと大体でいいんですけども、一本の線になるようなイメージで今粉を落としたんです。はい、ここから、余白の両端の余白を持ちます。でこの後クッとたゆませる。このたゆませが私が結構ポイントだなと思うところですね。はい、皆さん結構ですね、今まで見た中でこうやってまっすぐなままこうやって動かすって大変な感じがしてましたのでクッと U 字型にこれぐらいにたゆませてもらって大丈夫です。はい、でこのままですね、この1本の線を保ちながら保ちながらというか一緒に線のまま移動させる。左右にこのような感じで、この端っこ絵の端までやる。これちょっと慣れが必要かなと思います。今ちょっと2回やったんですけども、基本的には一度通過すれば OK ですので、はい、でこれで全体にムラなくついたなっていう感じになりましたら、このままくるっとひっくり返して下に粉を落とします。はい、でここからだいたいこの普通紙の上から1、2センチぐらいのところでポンポンポンとしっかり、はい、デコピンをするような感じで、これぐらいの力の強さで叩いてください。はい、これがですね、綺麗に仕上げる、2番目のポイントになります。1番目は先ほどのかけ方ですね。で2番目はこうやってしっかり叩く。で余分な粉を落としきってください。今ちょっと多めにやってるんですけども、はい、でどんなに強く叩いてもこの水分、インクの湿り気に付着しているパウダーは落ちませんので安心してください。はい、これで微量に今付着しています。はい、でこれはそっと置いておきます。でこの下に落とした余分な粉ですね、これはずっと使えますのでまた再利用します。袋に戻します。それでは、次のステップに進みます。でその前にですね、シートのこの出てくるところですね、上下が少し分かりづらいんですけど、ちょっとインクの汚れが出る時があるんですね。なので汚れているかどうかわからないかもしれないんですけど、一応切っておいた方がいいかもしれないですね。はい、このように切ってしまいます。
でもし、他にもちょっと汚れてしまった部分を見つけたらそのまま出てしまうので切り取ってください。では、いよいよまずパウダープリントをするというステップ3になります。まず大事なこと、ここ硬い台の上で作業してください。アイロン台ではちょっと圧力がしっかりかかりませんので、こういう硬い机なんかでやってください。今回はこの黒い T シャツにやっていきたいなと思います。まず、ちょっとシワがあるので伸ばしましょう。でこの時も商品に入っていたシリコン紙を使っていただくといいかなと思います。でアイロンは中温で使用します。スチームはなし、ドライで使用しますね。このようにさーっとまずちょっとアイロンでシワを伸ばしておきます。はい。でこのようにアイロンマットなどクッション性のあるものを下に敷くといいかなと思います。こういうのがない方は新聞紙1日分だったり雑誌とかでもいいですね。アイロンマットも、こういうのも販売しておりますので、はい、よろしければこれしっかり圧力がかかるのでおすすめです。はい。ではだいたいそうですね、これ切り取ってバラバラにすることもできるんですけれども、ちょっと今日は初級編ということでこのままやります。で大事なこと、ポイントですね。これ一発で位置を決めてください。置いてしまってからもう一度動かすっていうのは、なしです。置いた後に動かしてしまうとこのインクとパウダーが擦れてしまうのでちょっと汚れてしまうし転写もうまくいかないんですね。なので位置はここら辺だっていうのをしっかり決めてから置いてください。はい、来ました。置いたらの上からまずアイロンでさーっと放射状にアイロンを滑らせます。こんな感じですね、だいたい。これで仮押さえをしました。でここからです。はい、最大のポイントですね。しっかりアイロンプレスをするんですけども、体重をしっかり乗せてグッグッと両腕を伸ばしてもらって体重をかけて縦に押し込むようなイメージでプレスしていってください。はい、このように秒数はあんまり長くなくてもいいです。だいたい5秒ぐらいでもいいです。ただししっかり圧力がかかることが重要ですね。特に端の部分っていうのは甘くなりやすいのでしっかり押さえてください。で圧力がかかりやすいように手前に持ってきたりとか T シャツを動かしてもらってもいいので、もう仮押さえはしてありますので、はい、やりやすいようにやってくださいね。例えば、上の方を今やるのでこうするとかで、アイロンの向きもこれ穴が開いてるところって熱と圧力がかからないんですよ。なので向きを変えてもらいながら縦にしたり横にしたりっていうのでまんべんなく押さえてください。12345というような感じですね。12345、はい。はい、ちょっと端っこだけもう一度だけ押さえます。はい、それではこのまま、1分程度放置して冷まします。はい、それではもうシートが冷めていますので
剥がしていきます。はい、剥がす時はこういう風にこう端っこからこう様子を見てもらいながら、こうやって押さえながらこんな感じですね。はい、綺麗にできました。はい、これちょっと黒にやってるので、黒に黒なので見えにくいかもしれませんけども、はい、綺麗にプリント、インクの部分だけがプリントできました。はい、これで下地のパウダープリントの完成です。それでは、次のステップに行きます。ここから、まず用意していただくのティッシュ、はい、ティッシュ1枚こう取ります。で、少しそうですね、小さくだいたいこれぐらいですかね、折りたたみます。で、この今プリントしたパウダープリントの絵柄ですねをこう少し力を入れてこすっていきます。こういう感じで T シャツをこう持ってもらいながらこう撫でるような感じで、こうすることでですね、表面を荒らしてメタリックホイルのつきが良くなりますので、この作業は、忘れずに行ってください。はい、だいたい全体をちょっと絵柄より大きめにこするといいですね。こんな感じですね。で、ちょっとこういう風にくずが出てしまったので、こうやって払って落としていただくか、こういうコロコロですね。で、こうさーっときれいにしていただく。はい。これで、メタリック加工をする準備ができました。いよいよメタリック加工していきます。はい、ティッシュでこすった後の T シャツをまた、マットの上に置きます。で、ちょっとレッドメタリックホイルのこれレッドにしますね。これ A4 サイズです。こういうバラの場合はこういうフィルムに包まれてるので、これをまず取ります。で、色がこう見えている面を上にしてもらいます。はい、置きます。はい、で全体が隠れていますね、絵柄全体。またシリコン紙を上に置いてください。忘れずに置いてください。はい、ここからまた先ほどと同じように一回ちょっとさーっと仮押さえをしてもらってからしっかり圧力をかけます。1回目ほどの圧力は必要ないかなっていう感じなんですけれども、しっかりそれでもしっかりグッグッという感じで全体を押さえてください。はい、ではまた冷めるまでだいたい30秒から1分ぐらいですね。はい、しばらく放置します。はい、それではもう冷めましたので剥がしていきます。はい、見てください。綺麗に絵柄がこのホイルから抜き取られてレッドのメタリックプリントができました。これで完成です。こうキラキラっとすごい
キラッとしてるのが分かりますかね。はい、こういうベタが多い柄も細い線も綺麗につきました。はい、もう特に仕上げなどはありません。これで完成です。はい、今ですね、たくさん作るのでこうやって印刷した後にこう印刷だけ終わらせて1個ずつパウダーをまぶすっていう作業をしてます。慌ててまぶす必要はありません。でこう連続してやるのでこう落とした粉をこうすくいながら戻すことなくこうさーっとこう慣れてくるとこういう感じでできます。はい、しっかり、はい、できました。ちなみにこういうようなもう一つのこういうデザインもやってみます。こんなに細い線ですね。もう1ミリもない、1ミリも全然ないようなデザインっていうのも OK ですので、こういうのもやってみたいと思います。はい、たくさん、まず下地のパウダープリントだけ作った T シャツができました。これですね、ティッシュでこする作業なんですけども、ティッシュでもいいし、こういうメラミンスポンジ、こう掃除の時に使うこういうのも使えます。これだと結構ティッシュより楽かもしれませんので、メラミンスポンジある方はこちらでもいいかなと思います。でこすり方はまあ基本的には一緒ですね。少しこう力を入れて絵柄より少し大きめにこすります。ちょっとボロボロっとくずは出るので、はい、こんな感じでこすりました。端までしっかりやってくださいね。はい、でコロコロでさーっといきます。きれいにしてからで、たまになんですけどもこういう感じでこうシートの上に、粉が多分あったのか指についていたのか、これ透明なこういう絵柄以外にこういうなんか模様こういうの見つけましたら、テープ普通のセロテープでもいいですし、ちょっとこれ粘着が強めのやつでもいいんですけども、こうやってペタペタってすると綺麗になるので、メタリックホイルをのせる作業、メタリック加工をする前にこう綺麗に取り除いてもらうといいかなと思います。あとは普通に粉がちょっと T シャツにこう作業してる時にちょっとついちゃった時とか、なので一回一回の作業をする時にこうちゃんと拭き取ってもらってからやるといいかもしれないですね。掃除をしてから、はい、でこのように、はい、ティッシュかこういうメラミンスポンジでこするっていう作業を必ずしてください。はい、6枚、メタリックホイルまで圧着しました。これですね、ちょっとアイロンだと枚数が多かったのでちょっとプレス機でやってきました。もちろんプレス機でもできます。なのですごい楽々でしたはい、ではいよいよ剥がしていきます。
気持ちいい綺麗です。はい。かわいい。このデザインすごいガーリーでかわいい。ちょっと自分でもすごいびっくりするぐらいキラッキラになってます。はい、見てください。この細い線もこのベタ塗りの部分も綺麗にできました。ではじゃんじゃんいきます。次グリーンです。同じデザインです。はい、気持ちいいですね本当に気持ちいい。はい、ではスカイブルーいきます。はい一瞬で終わりました。まだと同じカラーであります。もう一回いきますはい、ピンクです。はい、またスカイブルーです。綺麗。はい、で最後にグリーンです。おーすごい、どれももうキラッキラで、はいできました。見てください、この輝きを。どの色も可愛いです。はい、これが抜き取った後のメタリックホイールなんですけれども、すごい綺麗これもですね、実は使えます。はい、これ抜かれてる以外の部分はまだ使えるので、これを使ってもしメタリックプリントをするとどうなるかというと、はい、これがさっきのものではないんですけども、抜き取った後のメタリックホイールを使っていろいろ重ね合わせてメタリックパウダープリントをしたんですね、最後。そうすると例えばこうやって柄が中に入るんですよ。面白い、こういう偶然の産物のようなプリントができるので、ホイールを捨てずに再利用するのもありです。これをクレイジープリントと呼んでます。はい、これも面白いですね。今までですね、たくさん作ったサンプルがありますので、紹介していきます。まずこちら、はい、Joy to the World。これですね。こうボーダーになってるの分かりますかね、カラフルに。これ細長く切って A4 のホイールを切って並べてメタリックプリントをしました。これ一発で終わります。これ何回か分けてやるのって聞かれたこと結構あるんですけども、1回で OK です。はい、これすごい何回も着て何回も洗ってるんです。展示会の時に結構これを私が着てたことがあるんですけども、洗濯にも強いです。なるべくこのプリント面を内側に入れて洗ってもらうとより長持ちします。はい、で次、同じそのボーダーの感じでこれですね。はい、ハロウィンのこれもすごい可愛いんですけど、ちょっとわかるかな、 A4 サイズよりも大きい感じでプリントされてるんですね。こう空間がこう多いというか四角くないですよね。はい、これはもともとは A4 サイズに入れてたんですけど、この全部のイラストを、バラバラにこう切って配置したんですよ。だからちょっと A4 サイズよりも大きく表現することができてます。四角い枠にとらわれてないですね。これパウダープリントの良さだと思います。ですごい線画なので、すごいこういう細い感じっていうのが可愛いですよね。でカラフルなので、これもボーダーに並べてい
回で終わりました。すごい可愛いです。はい、これカラフルメタリックプリントですね。であとこういうバッグにもここはまああれですね、通常のこうパウダープリントをしてまして、下の方はメタリックプリントをしてます。こういう感じで全面にメタリックプリントしなくても、こう一部キラキラっとしたのが入ってても可愛いなと思います。はい。でパウダープリントは全色顔料インクプリンターなので、はい、それは間違えないようにしてくださいね。あとこういうのもありますね。はい、これビブスですね。これちゃんと穴が開いてできてます。これ通気性をちゃんと保てるんですね。これやり方は下に1枚こう布を引いてもらってパウダープリントをします。そうするとこれだともう1個この下に3っていうのがプリントされるんですね。はい、でその後メタリックピンクをプリントしてます。ちなみにこの黄色っぽい生地の色に合わせて下地のパウダープリントも、その色に近くプリントしてますので、見た時にすごい自然ですね。はい、あと最後にこれ、はい、これはちょっと見てください。みんな可愛いっていうやつなんですけど、こういうチュール生地、オーガンジーかなにもできます。これはこれ見てもらうと後ろ側が、やっぱり黒一色でパウダープリントをした後にいろんな色の箔を適当にのせてやっただけなんですけど、めちゃめちゃ可愛いですよね。これをやってる時の動画がですね、クイックアートのツイッターで一番反響が大きくてちなみにツイッターの一番上のところにあります一部、作ってる時の動画があります。でこれ上の方もめちゃめちゃ可愛いんですけど、はい、今やったデザイン出ますね。こんなに細い線っていうのもできるよということで可愛いってなりますね。もともとこれが、顔料インクの黒なんですけど、この黒の上にこうさまざまな、はい、いろんな色を置いてます。ここは、パウダープリントですね。フルカラーのパウダープリント、いろ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 入れました。はい、でまだもう一個ありました。はい、じゃーん、これ対策なんですよ。見てください、傘ですもうこれはちょっとですね、また別で動画で、作り方を載せているので、はい、一緒なんですけど、ちょっとこの傘開いた状態で作るのでちょっとそこだけコツがいりますね。はい、これ夜にこう光るのですごい綺麗です。はい、こんな感じで傘にもできます。はい、結構溶けないんですかって聞かれるんですけども、これビニールではないので150度程度の熱に耐えられるものであればプリントはできます。はい、すごいこの傘綺麗ですよね。はい、それでは今回はメタリックパウダープリントの紹介でした。家庭用のプリンターでこんなことができる。これからも、お役立ち情報をお届けしたいと思います。はい、それではありがとうございました。